PBH、はい、地面から体の中の恥骨までの高さ、まず素足になって肩幅ぐらい足を開いて、でグッとグッと痛いぐらい上げます。で地面から恥骨までの位置、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい、まあご覧の通りリベンデル、はい、でしかもラジオじゃないです。ラジオじゃないです。久々に映るっすまた。で実はこのチャートを作ったのも、もう2年前なんですよ。2年前でその間に、まあ、一応ちょっと出てきたモデルもまたあったりとか、まあ、逆に最近もうなくなってきてるモデルもあるので、まあ、一回アップデートした方がいいんじゃないかっていう、はい、まあ、自分たちの整理も含めて、まあ、今日はちょっといつもより2割真面目に、ラジオじゃないので、はい、やっていけたらなっていう感じです。でこれは一応、今前回のチャートがそのまんま乗っかった状態、前回作ったやつね、はい、なってるので、まあ、これベースになんですけど、一応今回ちょっと軸を、まあ、上はちょっと町寄りっぽい感じで、下は山寄りっぽい感じ、でタイヤが、右から細いのから左に太いのっていう形でもう一回ちょっと整理、そうだね、し直してみましょうっていう。なんかボリューム1を見直したの、はい、お客さんが見ましたよとか言ってくれたから、久々に見てみようと思ったら、なんかノリでさ縦と横切ってたじゃん、でなんかこっちが町でこっちが山でこっちが町でこっちが山って言ってんの一緒じゃんと思って、縦と横が本当ですか？本当見てみて、はい、で俺何言ってんだろうって気持ちになったから、ちょっと整理して、前回も言ったかもしれないけど町乗り用だからって町専用じゃないしみたいな話はしたんだよね、山用のやつも町で乗れるしみたいな、なんだあくまで目安というか、厳密に考えないでほしいって感じでね、で横軸もタイヤの太さにしようか、重量にしようか何にしようかとかいろいろ迷ったんだけど、なんかちょうどいいのがなかったから、ふんわり目安としてタイヤが細い系のやつと太い系のやつ、これもざっくりね、目安としてね見てもらったらって感じだな。でまずはどうしましょう。これをなんか今、今日現在のを一回、そうだね、あるないやつを外していきます。そうしようか。寂しいけどでちょっとこう左側のこの席とかにちょっと並べてあげて、そうだねにしましょうか。オッケー。じゃあまずはシュウヤンさんがお持ちの幅タンデム2人乗り、これはもう一応ディスコンだよね。もう作られないので外しちゃうよ。じゃあ脱落。あとはロスコもね、これもリミテッドというか、そうですね、またいつ作るかわからないイレギュラーなモデルだから、いいですか？じゃあ取っちゃいます。あとはハンカか。これもね、未だに人気のある伝説的なモデルだけどもう手に入らないのでさよならしちゃいます。ロデオモヤかな。一応現行だけど、実際問題ね入荷したりはしないから、ありがとう。これだチェビモかな。そうですね、寂しいけど、これはプラティパスっていう後継機ができたので、取っちゃいます。ガスブーツもか。そうですね。ね、結構すっきりするんです。まあでもここから増えるんですもんね。ね、ここから後から。ガスブーツはスージーと合体してなくなっちゃったので、これ買いた人ラッキーだね。ヘッドのね珍しいモデル。さよなら。いいじゃん。これで一旦。まず私の反省聞いて。なんか私前回ジョーアパとプラッティが双子というか、お兄ちゃんと妹みたいな例えをしちゃったんだけど、違うくせ、私の意見、プラッティちゃんはもうちょっとサム君に近くて、でやっぱり双子なのはアトランティスとジョーアパだったっていう風に思って、なんかジョーとプラッティはすごいくっつけようとしちゃったんだけど、この子たちは近いけど
一緒じゃなかった、うんこれ修正したい、確か後で見返して恥ずかしかった、ここだけ。にはい。なんか修正点とかある？ロディーニ結構大役やるんですよ。ね動画ありますよね。ね、ロディーニからいってみようか。モデルチェンジの、そっか、まずロディーニシーン感どうぞ、そうですね。そうロディーニがこの YouTube が出る頃に日本に入ってきてるのかを一旦置いといて、はいラグドローディーニはい。が間もなく出るのか、もう出たばっかりなのか、ラグ溶接になったヘッドチューブ、はい、話が違うよって思ってそうですね話が違うよだけど、あれですね、なんか昔多分お二人とも話したか分かんないですけど、新しいのはフォークにランドバック用のラバーナがついてるっていう、M1 がつけられるよう M1 にがつけられる、リベンデルの中で一番ロードバイク、そうですね、はいこれクリアランスがどうなったの？一応40表記だと 2? 2ですだかね。と思います、はい、じゃあグラベルキングの 700×43 とか40とかをまでは入れていいですよって感じなんですね。ということはもう一番最初のモデルだけだったのか、細いのはね、その次からだんだんもうでかくなるね。そうですね。じゃあロードバイク、舗装路の上が得意でタイヤが細いのがぴったりくる、ラグドロディーニがそこっていうのは決定でいいよね。はい。で今までだったら、はいすぐお隣にホーマーヒルセン、はい。はい。ロディーニが出るまでは、はいリベンデルの中で一番軽量ですばしっこいやつね、が来たんだけど、新モデルこうチャーリー・ギャロップは僕もまだ全然分かってないです、正直。これ紐解かないとな。はい。重さはちょっとこの中入ってないですけど、重さは一応ホーマーと一緒かそれより軽いって歌ってるんですよね、タイヤの太さは 45C、45C はい、なので、ホーマーと比べるとまあ正直、はいこの辺まではさ、ほとんどタイヤのクリアス一緒なんだよね、同じブレーキキャリパーでいけるぐらいだから、だいたい42、3から45までのやつだよね、ホーマーと一回並べてみて、この辺でいた。そうはい。でリベンデル本国曰くチャーリー・ギャロップははい。ロードバイク、うん。オフロードバイクじゃありません、でツーリングバイクでもありません、だからハードなオフロードライドはしちゃダメよ、はい。荷物は10ポンドまで、つまり4キロ、体重もあるですよね、確かに。体重バル93キロまで、なので本当ロディーニに近いっていうか、ホーマーよりも確かに、俺は華奢というか、だって5キロまでしか積んじゃダメだったらウォルド137つけたらもう終わりだよね、バスケットつけたらもうサドルバッグもつけれないし、米と水積んだらもうフィニッシュってことだよな、つまりアーバンだからホーマーよりも街に向いてて、縦関係はこうだよね。そうですね。でチャーリーとロディーニは、まあ、ロードバイクとしてはこういう感じかな、でも思うんだけどさ、ロディーニってちょっとさグラベルっぽく組んでもありな気がちょっとするじゃん、ハードなオフロードはダメだけど、でもこんなにはっきりオフロード行くなってさチャーリーさ言ってるの気になるから、ちょっとだけここ下げたい気持ちもある、こんなのも確かに、そうですね、珍しいよね、そんなにオフロードダメとか、ツーリングバイクじゃありませんとか明記されるチャーリー特殊だなと思う、チャーリーのリアエンド幅130、あれメッセージなんだって、ロードバイクです、トレイルバイクじゃありませんっていう。今現状だとロディーニとチャーリーだけが130、あとあれか、ロードウノ、ロードのもそう120かある、120か、全然関係ないですけど、あれですよね、僕たちも最近発売した後に知ったんですけど、一応このモデルはそのリベンデルとブルーラグだけの一応販売、なんでだろうね欲しい人いっぱいいそうなのに、なんでそんなことしたの。なんかでも俺らはあそこの文面に書いてるんで、もうあれですけど、まあカミーマの10周年の時に、まあ一応ちょっとお願いしてるフレームの兼ね合いもあって、でそれを、台湾生産で
これだったら買えるだろうっていうメッセージも一応込めてて、なるほどね、はい、っていうのはまあ一応裏であるのと、まあ僕も単純にちょこっと前にリベンデルのウィル君が遊び来てた時に、これはそういうことだよっていう、そういうことか、なんか特にそうなんでびっくりっていうかだったらなおさらブルーラグ以外でヨーロッパとかアメリカで買えた方がいいような気がするけど、なんか妄想だけどさ、その周年のフレームがさ、ちょっと口滑らせるとさトレイルバイク売りだからさ、それと被らないようにしてくれてんのかな、こんだけトレイル行くなとか、あ、ダウンチューブが 28.6 だよね、細いんだよね、ちょっと特殊だね。じゃあこれはぜひ2人にというか、まっちゃんのシグネチャーモデルやな、サムヒルボーン。なんか前回キャリパーのまっちゃんのやつって初期ロットだから、ヴィンテージサムヒルボーンで進めちゃったけど、今新色もあるしアップデートしたっていうのはもう一回話しとこうかなっていうので、ちょっとまっちゃんサムはお休みでニューサムヒルボーン、これ何が変わったんですか？ブレーキですかね。ブレーキ。前回もちょっと話したか。V ブレーキになってタイヤクリアランス。そうですよね。これ表だとさ、44ってなっててホーマーより細いことになってるんだけど、そんなことないよね。まっちゃん今何インチ入ってる？2.0。50でしょ。50入るんだよ。今までキャリパーがタイヤの邪魔しちゃってたけど、V ブレーキになってそれがなくなったし、まっちゃんのキャリパーでさえ 2.0 入るから、なんかね、これ手元の資料だと44なんだけど、細と太でいうと明らかにこれよりこっちでいいよね。まあそうですね、確かに。まだこれそうです、ラジオの延長線上なんで、それでいきましょう。そんなノリでいいでしょ。そんなノリでいきましょう。なんか僕たちもこっちをなんか否定するのちょっとあれじゃないですか。だけどまあそれでいいんじゃないですか。そうしましょう。アンバリアカバー入ってますもんね。カバー入るよね。48ミリ。確かに。でビッグベンが入るよね。シュワレベのね 2.0 が。これありますよね。本国のさフレームの商品ページのさ文章がさ、あれグラントさん書いてるのか誰が書いてるのか、俺はグラントさんの脳内再生してるんだけどがなんか結構ズバッと普通の自転車屋さんとかが言わない辛口で面白いんだけど、なんかチャーリーだったかホーマーだったかの説明文で荷物も積みたい、オフロードも行きたい、どうたらこうたらしたいんだったらあなたはサムを買いなさいみたいなことも書いちゃったって面白いなと思って、普通だったらさ、なんとかそのページ見てる人にはこれ売りたくなっちゃうじゃん、商売上、でももうあなたはそんなことしてんだったらこれ合いません、こういうもっといいのがあります、アパルーサかサム買いなさいみたいな、それ面白いなと思って、でホーマーよりも強力な V ブレーキで山も行きやすいよね、ぐらいにしとこうかな。どうでしょう。いいんじゃないでしょうか。昔はサムとホーマーもっと似てると思ってたけど最近全然違うなという。でホーマーはもう具体的に積んで30ポンド、15キロとか、前後にしっかり積んだらもう OK、ランドナー的な積み方が OK で、こっちは頑張ったら40積めますよっていうのが書いてあって、であなたが体重が100キロ以上あるんだったらあんま積まないでくださいみたいなジョークも書いてあったから、で体感やっぱホーマーよりサムの方がしっかりしてるよね、フレームの重さもあるし荷物も積んでいいんだってなってるし、あとはライトトレイルバイクってはっきりとこっちはカントリーバイク出るから、これよりか山だし積んでいいからツーリングにも使えます、より万能な感じやな、後で出てくる彼らとホーマーの間を埋めたっていう感じがするな、どうでしょうか。バッチリだと。バッチリ。クラッチ難しいんだよなこいつ、万能で。まず物理的に太か細かでいうと表だと50なのね、資料だとね。そうですね。でも50以上入るよね。2.2、55とか57、8ぐらいまでいけるし、で自然とそれができるとなるとちょっとこうしたっていいと思うんだよな、オフロードバイクではないけど、
そこをちょっと歌いたいがためみたいなところもあるんですかね。かもしれない、若干。確かに、でブラッディは最近新色がマーメイドとマスタードが入ってきたね、マスタードを昔買って、自分の色がディスコになって喜んでた俺の友達はがっかりしてた。なんでマスタード作っちゃうんだよ、なるほど、俺のマスタードなのにって言ってる人がいました、じゃあ次はアトランティスとジョーアッパー、こっから、カントリーバイクってこっちでよく聞いてた名前が収まってオールラウンダーとか、あとはツーリングバイクみたいな言葉が出てくるわな、でどうだろう、2人が思うジョーアパとアトランティスの関係性とか違いって何かある？ジョーとアトランティスの違い、まあ、ジョーの方が僕の中ではなんかよりロングツーリングなイメージはありますね、まあ、アトランティスはなんかドゥイットオールバイクのイメージがありますね、俺の解釈ね、本国でも同じですって言っちゃってて、全く同じバイクです、同じ目的のために生まれたバイクですって書いちゃってて、でまあ同じなんだろうなっていう、サイズの刻みがちょっと違ったり、でジオメトリーもほぼ一緒、若干重箱の隅つけば違うけどみたいな感じで特徴も一緒だから、アトランティスの代わりにジョアパっていう名車が生まれたけど、伝統的なアトランティスをやめるわけにはいかなくて、ダブって存在しちゃってるみたいな、本当手に入る方を手に入れればいいというか、って感じかな。どうだろう。でタイヤのクリアランスだけ微妙に違くて、ここが一番比べやすくて、アパルーサってかっこいいフォークのせいで 2.4 とかは入んなくて、タイヤとリムの関係によっては当たっちゃうのね、だからまあ 2.2 とか 2.3 で、まあ本当ダイナミコのバーンズとかがマックスクリアランスだったから細太で無理やりあれするなら半分こうかなとは、横軸はね。でアトランティスは、まあ、次出るのでなんか変更なければ前のロットは 2.4 が全然入った、多分フォーククラウンクレームと一緒なのかな、 2.4 は全然大丈夫だった、から細太だけで単純にコントラストつけるならこうぐらいかな、どっちもアーバンもいけるわな、こういうことか。いやでもジョーアパとアトランティスがアーバンとマウンテンって別に一緒な感じするな。こういうことか。タイヤの太さでいうと、こういうことか。そうですね。ラッティよりかはこいつらの方が土に行ってもいい気もするね、違うと思う人はコメント欄にとか言うといいよね。でいよいよ太いやつがいっぱい。クレム・スミス・ジュニア、ちょっとこれも写真が俺の旧ロットの古いやつだけど、タイヤは 2.5 ぐらいまでいけんだよね、今のやつ。昔の H スタイルと L スタイルだった僕が持ってるロットだと 2.4 までなんだけど、今のやつだとテラベイルの本庁とか E ラインとか入るよね。代々木で組んだサーリーの ET タイヤ入ってたもんね。ありましたっけ？あれ 2.5 か。ET タイヤだと確かに 2.5 かもしれない。だからもうアトランティスよりか太いんだわな、でこれは前のボリューム1でも言ったけど、たまたま成り行きでマウンテン寄りにされちゃってきてるけど、実は生まれは超こっちっていうね、超アーバン、超コンフォート、おじいちゃんでも孫でも乗れる、から厳密に言ったらここじゃなくてこの長いマグネットが必要というか、で頑丈で乗り味がおおらかで安定感があってタイヤが太いから結果マウンテンもいけるので一応こういう感じかな。まっちゃんはクレム街取りメインで使うもんね。そうですね、はい。これはマウンテンっぽく組んじゃってるけど、全然オフロード車っぽい感じで乗ってないので、どっちも本当はここもできる人なんだよね。まあ、チャーリー、オーマー、この辺か、この辺もできる人なんだよね。まあ、ちょっと綺麗にしたいからこの辺にした。はい。で、これももうね
本当はこの前のが最後のロットだったから、これか、ラグドスージー、はい、ガスブーツとスージーがなくなって合体してラグドスージーっていうモデルが出たけど、これもこの前のがラストロット、でブルーラグが持ってた在庫もついになくなったかな。もうないよね。ないんだよね。一応これは買っとけばよかったですね。本当に後悔している。一応推奨クリアランスは 2.5 までいけるけど、フロントシングルにすると多分 2.8 入るんだよね。まあマウンテンバイク、マウンテンバイク、ヒリーバイク、リベンデルの言葉ですか。もう他のモデルと違って明確に山遊び、トレイル遊びに特化してますよ。クレーム・スミス・ジュニアをもっと山用にチューニングした機体みたいな言い方、かっこいいなと思った。本国の方だね。BB ハイトが他のモデルと全然違うんだよね。リベンデルっておおらかなジオメトリーで BB 低めが多いんだけど、このモデルだけやっぱりペダルと地面のクリアランス稼ぐためにちゃんとオフロードで遊べるジオメトリーになってるね。買っとけばよかったな。これが現状ラインナップか。じゃあ一番むずいやつを松本さんに貼ってもらおう。これどうしましょう。これどうする？ロードウノロードウノっていうのがシングルスピード。はい。ホソフトはまあね、物理的に決めれそうだよね。そうですね。これ推奨だと？推奨はどんなもんなんでしたっけ？あ、45って書いてあるな。ホーマーと同じってことにされている。チャーリー・ホーマーと。この一応この辺にその辺だね。アーバンオフロードはチャーリー・ホーマーロードウノで順番つけると、これどうなんですか？なんかテクニック次第ではいけますみたいな書いてありますよね。いけるって書いてあった。頑丈そうだしね。持った感じ、ホーマーの方が軽いし華奢なイメージない、チュービングが。そうです。こっちにちょっと近いですかね。ちょっと近いのかな。どうなんでしょう。確かに。確かにそうたまたまですけど、そここうすんなり来ちゃいそうな気がします。2.0 はでも入んないのかな。どうなんですかね。試したことないな。ラグがでもジョーのフォーククラウン。そうだよ。前は絶対大丈夫だよね。はい。そっか。120になるから狭くなる。そうそうそう。Q ファクターが狭いから。確かに。チェーンステーの幅も狭いかもしれないけど、分かんない、試してない。確かに。そうですね。これもまだちょっと咀嚼しきれてない部分も多少あるんですけど。ね。これは48入ってますね。コンタクトスピードってあるじゃん。コンチネンタルのそのバスケットボールタイヤ。あれの275のパンパンに振ったやつってあれいくつだ？ 2.0 です。2.0。一種あれ履いてたな。彼女。あとは？あれここなのか。あ、違うか。あ、むずいな。この列ってよりはじゃこの列の方になりそうですかね。難しいね。一応この辺にそうしとこう。見栄えがいいからサムネの。クレームって本当は疑問なんですけど、松本さんみたいな乗り方とか当初の乗り方もあるじゃないですか。なんかこう確かにこれ映えっていうかなんか綺麗に来てるんですけど、なんか実は俺もうちょっと上なのかなとか思っちゃったりするんですね。上。あとはやっぱここかな。そうですよね。でも縦長って表現が一番正しいんじゃない？本当はこういうマグネットがあったらいいんだよね。こういうでチャーリーとロディーニほどじゃないから、この辺ぐらいまでなのかな。あ、汚くなっちゃった。そうですよね。なんか実はなんかそうか、プラティパスよりは若干下だけど、あ、そうか、プラティがそこにいるとそうだね。だから本当みんな万能で、守備範囲がね。確かに。そうですね。それ始めたらこれもそれもってなっちゃうんですね。アトランティスも行ってみればここら辺までできるし。確かに。そうですね。あえてつけるならでもそこがいいんじゃない？オフロード用で組まれる方の方が多いから、今は。ちょっとオタッキーなことを言うとそのさっき言ってた古いクレムと今のクレムが、なんだろう、他のモデルのマイナーチェンジと比べ物ないぐらい全然違って、俺の持ってるこの古いクレムは今無理やり山バイクにして乗って遊んで別に調子もいいんだけど、本当にこうだったんだろうなって、もうヘッド角71度、もうなんだろうな、最近出たこのプラティと69度とか、めっちゃこの前輪がこうなってるバイクに比べるとこれを感じるのよ。
で今のクレムは69だか 68.5 だかでだいぶこうなってるのかな、本当にクレムを最初これで作ったけどこういう用途で遊ぶようになっちゃってブランドさん自身がでそれに向けた調整がちょっと入ってまだ足りなかったからこいつが出てきたのを感じる。すごく早く納得ありがとうございます。やっぱちゃんと階段みたいになってるんですね。ないものを作ってたね、ここぐらいだよね、そうですね。なんかこっちが結構渋滞気味じゃん最近。新しいのがさロディーニも出て、チャーリーも出て、で今日さっきブログも書いてたんだけどアメリカでチャーリーのプロトタイプ乗った時に、デモ車がドロップハンドルがついてたし、その場のウィルが説明してくれたやつではステップオーバー、ステップスルーじゃなくてステップオーバー、ちょっと高いけど下がってみたいなステップオーバーのローディーニですでまたぎやすいロードバイクですって言ってくれたし、デモ車が2台ともドロップハンドルついてたから、俺の中で勝手にロードバイクなんじゃんって思ってて、リベンデルのかっこいいドロップハンドル、ヌードルバーがぴったりくるのにまたぎやすいロードバイクなんだって錯覚して日本に帰ってきちゃったんだけど、チャーリーのフレームがどんなのかって説明が本国からどんどん発信する限りドロップハンドルバイクではない。そうですね。マジで勘違いしてで私ドロップハンドルで組めるバイクと思ってしまったもんで、でもそれはそうですよね。向こう行ってればそうなるんですね。でヌードルバーも買ってしまいましてでコーラスもね、一式コーラスじゃないわカンパのコンポとかもパーツももう買ってチャーリーまだかなチャーリーまだかなって待ってたんだけど、どうやら違うらしい、で面白いなと思ったのがホーマーとロディーニはドロップハンドルをつけれること前提のデザイン、でドロップハンドルをつけれなきゃいけないから失うものというかできないデザインがあるらしくて、でチャーリーはもう鼻からそこを捨てたからロディーニとホーマーでできてないことができた、って書いてあって、で具体的には多分フロントセンター BB からフロントハブまでの長さ、自分からハンドルまでの長さね、前半分のを長くすることができて、さらに、ヘッドも寝かせることができる、だからチャーリーは69度、フラッティと一緒ぐらい寝てるの、こんなに華奢なバイクなのにすごい変な形のフレームで、めっちゃかっこいいなと思うんだけど、でロディーニとホーマーとかやっぱ71度とかまで立ててクイックなロードバイクの乗り心地がないとダメだから、非ドロップバーロードバイク、ノットドロップバーロードバイク、だけどドロップバーもつけれなくないよっていう付け足す感じのドロップバーメインで組むバイクじゃないとね。なのでこの辺で速い系細い系で迷ってたらドロップハンドルをつけたかったらやっぱロディーニかホーマーの方が組みやすい、チャーリーはつけれないことないけど、基本的にアルバトロスバーのために作られているようなバイク、で違いがあるね。でもだいぶなんか整ったんじゃないですか。整った、なんかある？ちょっとサイズのことをじゃあ、そうだね、サイズ、今まで確かに動画で話してこなかった確かにところかなと思って、サイズ選びか、サイズ選び、リベンデルは、ちょっとサイズ選びが他のメーカーさんと違うんだよね、で多くのメーカーさんが、サーリーとかも含めて、お客さんとかが迷っちゃわないように慎重で見当をつけることが一般的だし、そこから見当をつけていろいろね他にコトコト煮詰めてサイズ選んでいくんだけど、もうリベンデルは鼻からまず見当をつけるのが股下、PBH、地面から体の中の恥骨までの高さでまずサイズの見当をつけるっていうのがとっても風変わりで、まず素足になって肩幅ぐらい足を開いて、でグッと痛いぐらい上げます。で地面から恥骨までの位置、その自分の PBH を把握してれば、
どのモデルもどのサイズに乗ったらいいかっていうのが基本一目瞭然に分かる、はい、から本当は他のメーカーサーリーとかよりももっとサイズに迷わなくていいはずなのに迷うんだよね、で大体、PBH を測るとどのモデルも乗れるのが2個、例えば谷さんだったら PBH83、はい、もう大体みんな自分の PBH 暗記してるよね、はい、で83だと例えばそうだな、先ほどチャーリー・ギャロップ、はい、好きだからチャーリー・ギャロップしよう。49も乗れるし、はい、53も乗れるのね。で一応公式資料だと49ちっちゃい方が74から83まで、はい、つまり俺は49サイズに乗れる人間の中で一番でっかい人ってことになる、はい、で53サイズは78から87まで乗れる、で53サイズに乗れる中ではちょうど真ん中ぐらいの人ってことになる、でこの2つで迷った時はよりそのここからここまで乗れますよの真ん中に位置する方を選んだら絶対間違いないですっていうアドバイスがあるから、俺はチャーリーは本当は53サイズに乗れる、俺買ったら49なんだけど、はい、その話は一旦置いといて53に乗れるって感じでサイズを選んでいくのね、ちょっと応用編で気をつけなきゃいけないのが、PBH を測って例えば83、俺と同じ83だったとしても普段乗ってるサドルの高さが同じ足の長さでもちょっと高めが好きな人と、低めじゃないと怖い人がいると、特にママチャリに慣れてる人とかサドルに座ったまま足がつく方がいいから、足は83あるんだけどサドルハイトすごく低く乗る癖がついてる人はこの PBH だけで決めちゃうといつものサドルの高さが作れないことが、これだけ注意やな、まずは PBH で見当をつけて、その後に普段乗ってるサドルの高さ、はい、もしくは初めてのバイクなら僕らメカニックがあなたの足の長さだとこのサドルの高さで乗ることになります、でまたいでみてください、大丈夫そうですかっていうのをやらないとサイズをミスっちゃうことがありますね、いいと思う、いいと思う、はい、2つ乗れるサイズが判明したら大きい方乗りなさいって言ってくれてるから大きい方選べばいいんだけど、基本この推奨 PBH レンジから外れて大きいのはあんまり乗らない方がいいよね。そうですね、大きいの乗りたい気持ちも僕も超わかるし、昔ホーマーヒルセン無理して大きい方選んで、カリカリに売りましたが、やっぱりかっこつけて大きい方選ぶと乗りにくい、乗ってて気持ちくない、バイクの見た目も変という、いいことないことがいっぱい起きるので、基本この中から選んであげるのがいいかなと思います。そう思います、はい、ここから延長戦で、その谷さんがさっき置いといての部分ですね、置いといての部分か、特にチャーリーに関しては多分ちょっとその部分が強い、ステップスルー、ステップオーバー、この下がってるやつね、リベンデルが作ってから世の中いっぱい見るようになったね、昔はソーマンのブエナビスタぐらいしか見なかったけどね、これはまあ降りやすい乗りやすいとかもあるし、でも決定的な自転車の作り上、椅子からサドルからピョンと前に降りた時に股間をぶつけない、でどういうことかというとスタンドオーバーハイトっていうのが地面から自転車のこのまたぎの高さね、これをもう物理的になくすことができるから、これをまたげないと自転車って基本乗れないから、これのせいで乗れなかったサイズに手を出せるっていう意味でもある。なのでよく話のなんだろう、都合上 0.5 サイズ上げれますよなんてことを、半分合ってるような表現をしちゃうことがあるんだけど、例えば僕だったらホーマーやサムは51サイズなんだけど、54、55とかはでかくて乗れない、アパルーサもそうか、アパルーサの54とかめっちゃ大きいよね、乗れないんだけど、プラッティとかチャーリーとか前が下がってるモデルだと1個上の53とか55が乗れる、でこれも乗れるからって無理くりでかいの選んでるんじゃなくて、この PBH レンジの表を見ると、ちゃんと僕も乗れるようになってる、こっちは84以上ないと乗れないですよだけど、こっちはもっと低い位置から乗れますよって書いてくれてるから、あくまであの表の中から
範囲の中から選んでるんだけど、大きいの乗りたいっていうみんなの夢を叶えてくれるのは前下がりのモデルたちですね、だからあんまりこうダイヤモンドで無理するぐらいだったらそっちのモデルから選ぶとでかいの乗れるっていう。でもまあベースはそうですよね、本当やっぱこれをちょっとキーにして、あとはまあ本当にやっぱそのモデル見始めると、特に最近になっちゃうのそのチャーリーとかだと、こういうハンドル使いたいんだったらこっちがおすすめだよとかっていうのも一応表現としてはあるんで、これがあくまでベースでその上で迷ったらそういうのも一つ参考にしてもいいと思いますし、さっき言ってたやっぱドロップハンドルもつけたいかもとかっていうんであれば、サイズ迷ったらもしかするとドロップハンドルこれでつけたいんだったらサイズちょっとこっちに落としておいた方がいいですねっていうのもやっぱ絶対出てくると思うので、まあ、そこら辺はねずるいですけど、まあメカニックに聞くのが一番、ね、ご相談を、安心かなとは。2個乗れるうちのちっちゃい方を選んでおいた方が、ヌードルバーチャンス、はい、ハンドル遠いってなえるの嫌だよね、俺アルバスターシでたびたびある、自分のリベンデルにアルバスターシつけたら、もう遠くて乗るの嫌になっちゃって、戻すっていうのを言うけど、松本さん今、持ってないモデルの中だとどれが一番気になりますか？確かに。まっちゃん今持ってるのはサムヒルボーンとグレムスミスがメインで、奥さんと兼用でプラッチもいるね。めっちゃバランスいいのか。なんだろうな。ローディーに欲しくないの？なんかそっち系。個人的にはクレムスミスジュニアの下馬評が僕のイメージと全然違ったっていうのはあって、まっちゃんの組み方だとこの辺だもんね。そうですね。まっちゃんあまりにも自分の担当するお客さんもそうだし、自分のイメージ的にもそうですけど、ヒリーバイクニュアンスすぎたので、あえて何かを足すっていうのが今のところないかな。なんか我々自転車屋さんだと比べたくいいからさ、つい増えていっちゃうけどさ、ぶっちゃけこの辺のモデル1個あったら東京での生活全部いけるやん。そうですね。街乗り以外で何したいかっていうのが出た時に初めてこの表見ればいいんだな。あとあれですよね、別腹っていうのが必ずこのチャートにはいて、異端児アトランティスと、ロードウーノは語弊なく言うと必要ではないけど欲しいっていう魔力だよね。そうですね。もともとガンダムだったアトランティスがやっぱ欲しいし、そうだね。クイックビーム持ってるんですけど、シングルスピードなんかね乗んないですよね。ロードウーノだったら前変速つけられるから、っていうのもあるし、チュヤンさんが今パッとフレーム手に入れてこうやって組むぞみたいな話だよね。僕はでもやっぱずっと太いのがないので、ラグの数字が手に入るんだったらディスコンだっつってんのなっちゃうんですね。でもやっぱアトランティスは一緒に近い感覚があるかもしれないですね。本当か嘘か分かんないけど、これなくなりますがこれに代わるものは必ず作りますって書いてあったね。グラントさんのブログに、それがめっちゃ楽しみ。だってもう完成形というかさ、これを超える衝撃のヒリバイクってできんのって感じじゃない？お二人とも数字枠が欲しいって感じですかね。次はこれがもしも手に入って今これでやってる山遊び、ハイエースに積んで山遊び行くのがこいつがやってくれたら、大手を振って泥よけをつけて、まっちゃん状態、もうシュワルベに泥よけでスタンドつけてカゴつけて、これをお買い物バイクにしたい。あとポンチョ着ててもさ乗り降りしやすいのくれる。なるほど。俺ポンチョ着たまま後ろからこう降りるの苦手なんだけどさ、けそうなんだけどさ、こいつを待ちにしてって思うとやっぱこれ早く作ってやるさって。ラグドロ D にはこれ数字と並ぶぐらい異端児だと思うけど、あんまり好きくない。いや乗り方はやっぱ憧れはフェンダーつけて前に M1 にカゴのドロップハンドルみたいな通勤スタイルで、やっぱサンフランシスコとか行くと
雨の日とかでもそういう感じで走って上下のカッパとか、むしろ夏場とかって上だけカッパ着て半ズボンみたいなでサンダルみたいなのが憧れはあるっすね。ただサムヒルボーンでやっぱワンツークしちゃったそれが正そ解なのかもな。こあるんですよね。ヒル持ってたら全部いけるっていうのは事実だからな。そうなんです。まあでも欲しいか欲しくないかは欲しいですね。それは欲しいよ。欲しいです。かっこいいよっていう。そうなんですよ。しかもハイホーシルバーずるいでしょ。ああ、そう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 。めっちゃかっこいい。グリーンだってスタンドつかないで。あ、そうか。ああ、そっか。そこの差はあるんですね。そうそうか。ああ、確かに。でトップチューブ角もね、今チュンが言ってた通り、最近のリベンジと同じ6度、はい、でロデオは2度、あれってもう使うラグが違うから強制的に6度になるんだけど、で最近出たさこのバイクたちの中では異例のチェーンステイの短さ、ロードバイクとしてはめっちゃ長い、まあ確かにだから言うなればめちゃめちゃリベンデルっぽいロードバイクとも言えるし、リベンデルの中だとめちゃくちゃリベンデルっぽくないリベンデルでもある、異端児だよね。すごいやけに詰まってるように見えますもんね。リベンデルじゃないみたいな。リベンデルからこう出てきちゃったらロード屋さんに置いといたら超リベンデルなんだけど、確かにリベンデルの中に入れると急に全然リベンデルじゃないみたいな不思議な、あとあれ好き、ロディーニだけちょっと STI で組んでみたりとか、なんかちょっと軽い、いいリム使っても怒られなさそうなところが好きかも、ちょっとリベンデルらしからぬこと一番しやすい気がする、てな感じか。はい、はい、こんな感じですっきりしました。すっきりした。じゃあこれが現時点の最新版。最新版。はい、これ間違ってんのかな。また2年後ぐらいに。あくまで我々の見解です。はい。確かに。多分2年後経ったらまた反省しようっつってまたアップデートすると思う。どうせ後で反省点ボロボロ出てくるから。はい。今日はラジオで言うわ。こんな感じで。はい。はい。今日はありがとうございました。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。